どうもね、いつもありがとうね。昔懐かしい味っていうか、食べないといられないね。もう飲んだ後の締めのラーメン、ここが最高。先週も来たのに忘れちゃった。はい、どうぞ。ごちそうさまでした。どうもありがとうね。みんなね、話しに来んの。ラーメンも食べに来るんだけど、そのついでにね、話をしたいんだよね。はい、どうぞ。親の受け取りです。ほらちょうどほら九十九里行くあれだったからね。今日は何食べるの？醤油ラーメンネギ抜きのゆで卵付き。いつもは柔道があるから柔道の終わりに。ああ。先週雨の時ご苦労様でした。孫でいつぐらいからお手伝いしてるんですか？最近ですね。混むようになってきたみたいです。よいしょ。よいしょ。今日はお孫さんも一緒やったんですね。そうです。今日明日はね、孫と一緒に。足りるかな。明日で終わるんだ、すごい。お待たせしました。美味しそうだな。じゃん。はい。三人。はい。よいしょ。はい。で、私は醤油。醤油の大盛りですね。よいしょ。カメラ入れる。ごめんなさいね、ちょっと先723作るんで、ちょっと待ってください。ごめんなさい、私も塩、ニンニク、天ぷら。よいしょ。大将に渡してくれ。で、ニンニク、天ぷら、2行目。大将、塩、ニンニク、天ぷら、卵。それで味噌が大盛り。何作りますか？味噌。はい。ネギ多めで。わかりました。すごい、トイレにこもってましたって言えばいい。なんで？残業よかった。よかったら、そう残業。ってない。役職制度が変わった。イラッとする。思ったんだけどさ。大将はね、せんべい持ってきたから。ドラえもんの誕生日で遡るって話です。まあすぐ沸騰するからね。ちょっと待ってね。昨日ね飲み会だったんで、はい。そうここの駅前通ったんですよ。はい。量飲み放題だったけど、コーラ？コーラも飲み放題。無料？まだやってない。やってない。送別会超大泣きしてた。後ろにね、イピアタリアのプっていうかサソリだね。後ろにね、イタリアのマッチ挟まったってどこに産業廃棄物になってるまだなかった。GQ の次のやつはまだ本物じゃないじゃん。これ飲みましたね。すごい沸騰してる。けど型のいいのはないと思う。いや別によくなくてもいいんだけど。レインボーブリッジ。
どうしてしません。壊れたら修理この石がないの。二人で置いとくだけの場所があるのか。ないな。あの石をどうするの。あれはカーって名前する。何変なことしてる。向き向き。めきめきめきはできます。まだ。このラーメンって海苔入ってる。ないよ。どう？家からですあれ家系だからじゃん。よ。お、あのちょっと。後ろにいるよ。うっそ。どこに？いた。実はうちの奥さんが一番好きという。北国、雪国。ニンニクだ。はい、これ味噌の大盛りです。いいですか。はい、ありがとう。ネギ、ネギカレー入れたよね。ネギ入って田中さんお待ちどうさまはい、でした。すいません。んね。はい、取ります。私、塩です。で、ニンニク天ぷらニンです。ニク天ぷらはい。大将に聞いたら、スープの味を味わうんだったら塩がいいよって言われたんで、それからまあ一応塩を基本になんか浮気するみたいな。これがニンニクね。はい、どうぞ。柔らかい。あとこれ結構量ある。ブラックペッパー。親の受け継ぎ割りです。一つずつだよね。はい。よし。で、醤油の普通もあるんだよね。醤油いる人。聞いてきた。並んでる人。はい。まあいいですね。今日何頼んだんですか？味噌ラーメンの思いです。はい。天ぷらね。言うのが怖いんだよ。で、左。普段軽ばっかり乗ってくから。これ大盛り一杯しかおかわりしてない。ご飯。この辺が何の形だかわかんない。うまいもの。悪いね。はい、すみませんよ。お待ちどうさま。卵か。お客様はもう相当長く通われてる。長いですね。20年近いんじゃないですか。近い。はい。海外からも来てた方いましたよね、確かね。ああ、そうですね。海外からもドバイに仕事やってる人で、その人がこっちへ帰ってくると大阪なんだけど必ず寄って、はい、大阪へ帰る。博多から3回来ましたよ。先週の土曜日も来ました。多分皆さんそれだけで来ると思います。ずっと変わってないです。昔から。今おいくつですか？78です。今年の11月で54年目。ずっと屋台ですよ。お店は10年ぐらいしかやらなかったの。一緒にやってる子が体壊して亡くなったんで、お店は閉めちゃったの。ありがとうございます。今日は初めてということ。はい。この辺りに住んでて、すごいいい匂いしてて、で今日時間あったんで、今日ね醤油ラーメンにしました。私は醤油ラーメンにしました。二人とも醤油ラーメン。はい。はい、すみませんね。胡椒どうしましょう。違う人もいるの。3人いるの。はい。はい。何ラーメンかなと。
まあジャパニーズフード食いたい。あ、すごい美味しかったです。はい。どうもありがと僕今飲んできたんですけど、飲んだ後の締めのラーメンはここが最高。はい、お待ちどうさまね。ありがとうね。あれ、大盛りと普通の人かな。はい、お待ちどうさま。そこでいいかな。これは大盛りの人です。熱いよ。もう本当にありがとうね。すみません。お待ちどうさまでした。あ取れるかな。おじさんの手が短いかな。大丈夫？ありがとう。卵いいです。はい、どうぞどうぞ。いつもありがとうね。先週も来たのに忘れちゃった。本当だ、ありがとうだ。どうもありがとう。ありがとうね。来てるよね。まだね、そう。ねえ。24歳のね終わりの時始めたのね。違う仕事やってたんだけど儲かったんだけどいい加減に仕事やってその仕事をダメにしちゃったの。で昼夜働かなくちゃなんなくなってそれで昼間ねやっててで夜は屋台のところ行って3年ぐらいお世話になったんだけどでやってたら屋台の方が面白くなっちゃってそれから屋台をずっとやり始めて現在に至るだ。どうもねありがとうね。いつもありがとう。よし。何年通われてるんですか48年目、昭和51年から昔懐かしい味っていうか食べないといられないね。もうね塩一つじゃんので大将黙ってると自然に塩ラーメンが出てくる。はいどうもね終わりで。よし。ちなみにあれ悪いねいつもありがとうね。バスの時間があるから食べられなくてよし次こそはと今日会ったら絶対来るって決めてたんですよ。狙ってましたもん。その念願のラーメンは何にしたんですか？味噌です。めっちゃ美味しいですよ。部活の帰りです。ああそうなんですか。何回も来てます。あ何回も来てます。私初めて。初めてですか？塩一つと味噌一つと味噌の大盛りってできますか？できますよ。じゃあ味噌の大盛りを2つで。はい。これね。はい。じゃあこれ置いといてくれる？今日は何ラーメンがいいかな？味噌の大盛り。
どうもありがとう。ごちそうさまです。どうもありがとうね。ありがとうございます。よいしょ。どうもね、いつもありがとうね。はい、お待ちどうさま。熱いよ。とりあえずみんなかけちゃおうか。はい、どうぞ。大盛りです。いい？はい。これも味噌の大盛りです。いいかな。はい。ちょっとそれ持ち上げてくれる？はい。下汚しちゃうからね。これでいいからね。はい。すごい優しい。細麺好きなので美味しいです。まあいつもと変わらないうまいですね。ごちそうさまでした。どうもありがとうね。本当にありがとう。本当にありがとうね。ありがとう。久しぶりですね。久しぶり。この数ヶ月で3回4回ぐらい今来てますね。僕は初めてでマジでもう楽しみです。初めてか。あれ今出たでしょ。これもね。あ、本当。はい、お待ちどうさまね。なりラーメンかな。醤油がと塩が2つ。はい、わかりました。この味噌かける。3時間ぐらいするんですから大丈夫。いっぱい見ていっぱい食べて、じゃないと身長伸びない。もう伸びてるから大丈夫。アーノルドの中で過去で一番強いスタンダードじゃなければ全部ポイントで取り入れて。これで雨降ったら最悪。本当にありがとう。いつもありがとうね。開ける代わりにクリスマス。アンポルって誕生日。そういうか。よし。これがもう塩ですね。塩ですね。はい、どうもです。はい、どうぞ。めっちゃうまいです。最高です。気をつけて帰ってね。昼間ね、いろんなとこから予約の電話が入るんですよ。家族で行くからいくつ、会社の連中連れて行くからいくつ、世田谷の共同だとか、その西新井とか、そういう人たちもね、家族連れで来るのね。
まだオーダー出てる？4人並んでる。こういうお客さん来るでしょ。で大体もう知ってる人なのよ。その上に何人か初めて来た人はいるけどね、みんなね話しに来んの。ラーメンも食べに来るんだけど、そのついでにね話をしたいんだよね。そういう人が多いの。あと今日は提灯つける暇もなかったから提灯つけなかったんだけど、この提灯を見て今日はお腹いっぱいでラーメン食べられないんだけど提灯見て俺今日帰ってきたっていうね気持ちになってんだっていう人も結構いるの。うん。この提灯が見ないと今日帰ってきたあれがないとかね。うん。ありがたいよそういうのもね。じゃあ一人こう見せて。はいどうぞ。ありがとうございます。熱いよ。はい。私は手割りです。はい、すいませんね。うん、天ぷらあるよ。天ぷらね。2枚食べられる？サービスだ。余っちゃう。ありがとう。すみません、もう終わり？麺が終わっちゃって。悪いね。本当すいません。はいじゃあもうおしまい。売り切れちゃった今日。申し訳ない。悪いね、せっかく。うん。ごめんね、せっかく来てくれたのに。もう売り切れ？ちょっと今日忙しくてね、なくなっちゃった。よっ。塩、醤油どっちがいい？塩。塩でいい？やった。ないかと思った。天ぷらどうする？お願いします。はい。はい、お待ち。どこで食べる？そこで食べる。はい。今箸取るからな。はい。いただきます。はい、どうぞ。はい、これね。切れなかったもんな。全然。すみません。ありがとうございます。美味しかったです。本当にありがとう。ありがとうございました。はい、ありがとう。じゃあ550円と。いろんな人に使えるだけあるなんか優しいおじいちゃんです。ラーメンはやっぱもうおじいちゃんのが一番好きです。お腹いっぱいになった？一つ取っといたんだよ。ありがとうね。ありがとうございました。チャーシューです。いつもだとラーメンで熱いですけど。めちゃくちゃうまかったですね。いくらでも食べられちゃうというか、オーソドックスなんですけども、すごい丁寧な美味しいラーメンでした。また待ってます。できた内容きれいにありがとうございます。きれいに食べていただいてどうもありがとうございます。
1日100杯ぐらいでなくなったら終了。そうです。100杯で終わり感じです。限定の時だけもうちょっと出すかなって感じですね。120杯ぐらい。林 SPF か岩中ポークをその時で肉屋さんに持ってきてもらってる感じですね。で豚もいいものを使ってるって感じですね。毎日これは一人で。仕込みはもう一人ですね、ずっとオープンしてから。
月に今だと1、2回ぐらいですね、アルバイトの子が入ってくれるのが。シャッター閉めちゃいます。綺麗ですね。そうなんですよ、一応掃除を心がけてやってるんで、汚いお店嫌じゃないですか。なんで一応掃除は心がけてやってます。こだわりは継ぎ足して、味を重ねてってうまみをこう出していくと、やっぱサバの香りがぐっとくるように仕込んでるって感じですかね。ラード入れてたじゃないですか、あれ毎朝やってて、あそこにこう香りを移して、お客様のところに出てきた時にふわっとサバの香りがするように一応仕込んではいます。サバで行こうと思ったのは、僕永福町の大正軒とかが大好きで、自分が好きないろんなラーメンのいい要素を取り入れたいなっていうのでサバって感じですかね。はい。コーヒー飲みますか？どうぞ。いただきます。ありがとうございます。もうここからは
によってやっぱり変わったりは。全然違います。僕継ぎ足しでやっちゃってるんで、限定やるじゃないですか。そうすると限定の味が次の日にもろに残ってたりもするんですよね。限定っていうのは食材をいろいろ変えて、塩やったり朝日ガニとか、あとは月に1回内緒で近づいてきたら告知するみたいな感じです。だから日によって全然味の出方がやっぱ違います。修行みたいなところは何軒かあるんですけど、ラーメンナギのゴールデン街店っていうところでやってて、大曽根さんといろいろ教えてもらってたって感じですね。そう限定ラーメン作ってみたいのでいろいろやり始めて、その時芸人も一緒にやってたんですけど、ラーメンの方が面白くなったというかあれなんですけど、芸人辞めてから何やろうって思った時にナギで製麺所行かせてもらったり海外行かせてもらったりしていろいろやらせてもらってて、それのきっかけはきっかけですかね。面白いなみたいな。大体目安で6時半って書いてあるんですけど、大体5時半ぐらいにはオープンさせてもらってて。昼とかではなくこの時間に。朝ですか。すぐ隣も定食屋さんというかラーメンやってるんですよ。和也さんがあったり二郎があったり、昼も夜も厳しいみたいなことを言われたので、自分やったら相当来ないだろうなと思って、で僕福島とか出身で朝ラーメンとかもあったので、一回やってダメだったらもうしょうがないなみたいな感じで朝からやり始めたって感じですね。これでこねて練った後これに入れて踏んで、ここで伸ばすって感じですね。はい、これで切ってって感じですね。これはうどんではないんですけど、この機械でやろうと思ったのは手打ちっぽくしたいなっていうのがあって、白河ラーメンとかが好きなので、虎食堂さんで1回教えてもらったりしたんですよね。その時にこれしんどいから俺無理だなと思って、じゃあうどんのやつでやったら近づけんじゃねえかなと思って、あれでやり始めたって感じですね。はい、だんだん自分の理想には近づいてるかなっていう気はします。手打ちに近いようでそうじゃない食感っていうんですかね。他のラーメン屋さんの麺とはまたちょっと違うと思うので、その辺を楽しんでもらえればなっていう感じはしますね。限定の時だけ麺は札幌フーズさんで神保町にある覆面の及川さんにお願いして一緒の麺を使わせてもらって、めちゃめちゃ好きでラッキーで使わせてもらって同じやつ。これで大体終わりっすね。あとはちょこちょこラジオ体操やったりする感じです。きっかけ僕腰痛持ちで、そこからラジオ体操始めたんですよ。やるのとやらないのではもう全然違いますおすすめです
いんで気をつけて暑いで気をつけて最近の多分ありがとうございます。ありがとうございます。週1は来てるかなって感じですかね。定番の純正ラーメンが一番好きで、他のラーメンにないすごいいい魚介の香りと、ご飯一緒に頼んでチャーシューとご飯で書き込むのが大好きで、あそこにもこだわりが集まってるんだろうなと思っていつも美味しくいただきます。朝ラーメンで暑いに気をつけてください。ゆっくりどうぞネギで暑いに気をつけてください。きれいに食べていただいて、1年半ぐらいだとオープンして、結構来れる時は毎日、定休日以外は、この時間に来てる感じですね。はい。いつもどうもありがとうございます。風邪から気をつけてくださいね。どうもまた待ってます。
もどうも。いってらっしゃい。チャーシュー麺です。よいしょ、ごゆっくりどうぞ。はい、寝てください。はい、いつもどうもありがとうございます。はい、美味しかったです。オーソドックスなんですけども、すごい丁寧な美味しいラーメンでした。今回見上げなさい。通常の沈黙さんどうぞ。じゃあスープ割り油なんか違くないの？多分フレッシュが前の日のやつあんまり残さないようにしたんですよ最近。次の日のためにも多めに入れてたんですよ。それをちょっと調整してで余りすぎてたらちょっと上積み捨ててっていう感じで今やってます。うますぎるわ好き嫌いだから。あ、そうですね。楽しみにしてます。どうでした？月1ぐらいですかね。はい。オープンの直前のレセプションみたいな3日間4日間ぐらいだったの。それ全部来てて。手もみが今日初だったんですよ。めちゃくちゃうまかったですね。麺の歯触りというか口触りとかたまんないっていうかね、なんかとにかくうまいよなこのラーメンはってこう説得力の塊なんですけど説明はできないというかごたくいらなく普通に食べててうまい、たまんなく幸せな気持ち笑顔になれるラーメンだな、すごいなって思いますね。普通のあ、そういうことなんですね。来るときは週1、2回ぐらいは来てるかなと思います。ラードを使ってらっしゃるんですけど、そこにサバ節の香りをすごいつけてあるので、すごいサバのいい香りがする。
香りもあって旨味もあってでもすっきりしててっていうので、まあ、いくらでも食べられちゃうというか、はい。道路交通情報センターの河野さんです。まずはどうぞ。チャーシューフォーです。チャーシューです。熱いです。朝ラーメンです。熱いんで気をつけてくださ朝ラーメンです。熱いですけど、チャーシュー麺です。熱いです。10分を回りました。この時間はノエビアンソンが J-POP の名曲に通じています。金曜日はまた待ってます。風邪ひかないようにきれいにありがとうございます。ありがとうございます。熱いで気をつけてください。チャーシュー。熱いで気をつけてください。大体だね。ありがとうございました。来たの3回目で3回とも送られて、たまたま仕事でこの時間通りかかったんで、一度食べてみたかったんですけど、美味しかったです。まずはチャーシュー。はい、ラーメンです。熱いです。はい、すみません。そしたらラーメンです。熱いです。ありがとうございます。ありがとうございます。空いてます席高手もどうぞ。よかったら入れ替わりでお願いします。いつもどうも。熱いです。気をつけて。のチャーシューです。いつもどうも。熱いです。ありがとうございます。寒くなってきたんで風邪ひかないように。はい、すみません、ありがとうございます。また待ってます。どうもありがとうございました。
な飲食店の方々ですね。結構すごい動き早い。今でこそなぎっていっぱい従業員の人いますけど、僕の時って結構一人とかでやってたんですよ。やっぱそういうのでもう慣れてて、でも本当に何がなかったら多分こんなんできてないですよ。大変ですけど、でも結局人がいなかったりしたら一人でやるしかないじゃないですか。それかもうお店をお休みするでも家賃はかかってくるじゃないですか。だからもう本当に今はめちゃめちゃありがたいですね。あとナギが環境整備っていうのをやってるんですよ。もう物はここに置いといて、ここからは動かさない。もう決まり事にしてあるんで、なんか適当に置いてしまうと、あれどこだ、あれあそこなかったみたいな、どんなに忙しい時でも何も考えずにそこに行けばそれあるじゃないですか。だからすげえ勉強になったなと思います。もちろん味とかもそうですけど、でもやっぱり一人でやるってなった時に一番そっちの方が重要かなっていう気がしますね。もう皆さんのおかげです。お気をつけて。もうオープンして1年半で毎日行列。オープンしてからずっと調子いいねみたいに言われたりされるんですけど、もう全然そんなことなかったんで、最初8時オープンだったんですよ。8時にオープンして9時まで 2,3 人しか来なかったとかだったんですよね。だからどんどん早くなってったんですよ。そうそうそう。だから最初はもちろんオープンで皆さん来てくれるじゃないですか。もう2週間ぐらいでもうパタッとなっちゃって、うわどうしようみたいな、2時までやってたんですよ。でそこから仕込みとかするじゃないですか。寝る時間が本当にもう 2,3 時間がもう毎日続いて、体もしんどいしみたいな、これどうやったら売れるのかもう分かんなかったんですけど、でも8時ってあそっか出勤の時間だよなと思ったんですよ。じゃあちょっと早めようで7時半にしたんですよね最初。でこの30分でちょっと来てくれてるんですよ。じゃあ7時にしたらもっと来るんじゃねえかと思って今度7時にしたんですよ。7時ぐらいにしたらその前から並んでくれてたんで、あこれじゃあもうちょっと早かったらっていうので6時半っていう感じなんですよね。今より早くっていうのはもう無理なんで、これが限界って感じですね。暇だったのがこうそうしてじゃないですけど、お客様に来てもらいたくてどんどん早く経ってるって感じです。寒くなってきたんで風邪ひかないように。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、大盛りのミックス。すいません。ワンタンはやっぱめちゃくちゃ美味しかったですね。ワンタン美味しかったです。ラーメンスープがもうラーメンスープがないです。いや、出汁がうまい。ありがとうございます。あんまりないような味だからね、ちょっと癖になっちゃう。はい、どうもありがとうございます。ラーメンスープ、動物系スープと、これ和風今水出ししてるんですけど、最終的にはこれとこれを合わせたダブルスープになってるんで。
紙を使ってるんで。ワンタンと自家製麺なんで、皮も自家製だから全部が一応手作りになってるってだけなんで、はい、よし。品川に僕取材行ったんですよ。和江の社長と僕 YouTube やってるんで、世界中使ってますよ。お蕎麦屋さんで多分よく見るからだと思うんです。虹出太郎とかで。だから80年前に始めた時は 100% 蕎麦屋だったんですけど、今ラーメン屋の方が多いって言ってますね。止まったね。よいしょ。しょっと。何が。入れづらい。
寝かしてる方の麺使うんで、昨日作った方の麺。コシはこっちの方があると思います。多少。はい、一緒。お店自体が21年目。3年か。僕が始めたわけじゃなくて、林っていうその人が始めて引き継いだ感じです。じゃあ修行とかってその人が働いてた目黒に数やって、そこで僕アルバイトしてたんで、その流れもあってここに入ったって感じです。よいしょ。じゃあそのまま行ってきますね。入れます。お大事。はい。キンキンに冷やして。こんな感じです。
ころに原液を作ってるんです。ラーメンスープを完成させた後にそれとブレンドするんです。で漬けのスープが出来上がる。このラーメンスープができたから、はい、漬けスープをこうやってブレンドしてるって感じです。2対1ぐらい。そっちの分量間違ったの。よいしょ。昨日段ボールの中に入ってたタオル。私あれ専務職だったんで、飲食業初めてバイトもしたことない。結婚してから。はい。でもずっとお二人で回されてるんですか？そうです。そこから2人でです。もうアルバイトさん。はい。仕込みが多いじゃないですか。あれ仕込みとかも本当は手伝ってもらえる人がいれば楽ですけど、それはそれで任せられないようになるじゃないですか。まあいいや。多分3分ちょいぐらい茹でれば今日はいいかなと思います。スープはまあ今日はなんかちょうどバランスがいいというか、何かが突出しすぎてないような感じの味。たまにやっぱ煮干しが強かったりとか、なんかそれはそれで美味しいんで。
草ラーメン。はい、いらっしゃいませ。味噌ミックスの大盛りと醤油のミルクスワンタン。はい。はい、大盛り。あ、そうなんです。映り込んだりするからしい。スワンタン。はい、いらっしゃいませ。塩まため。はい。大盛り。はいはい。はい、塩ワンタン。はい、いらっしゃいませ。わための醤油。わための醤油。はい。はい、かしこまりました。
ろしくお願いします。よろしくお願いします。前にも来たことがあって、それで美味しくて、また太麺のなんかストレートのやつが美味しいですね。これね、トッピングでトゥルトゥルっていうツルツルのワンタン、本当に美味しいですね。いらっしゃいませ。ミックスワンタン麺とツル。はい。はい。ワンタン麺。ワンタン。はい。はい、塩ミックスツル。はい。はい、1150。つけ麺で、ミックスワンタン3玉で。3玉。1190円です。3玉。普通にラーメンスープを分量減らしたりとかタレの量変えたりとかしてるとこは多分多いと思うんですよ。つけ麺とかってつけはつけで美味しくいけるように別個にしてるんですよね。つけ麺ミックス3玉ミックス。そうでした。ありがとうございます。はい、終わりです。はい、お待たせしました。どこにですか？一つだけ？二つ？はい、どうもありがとうございました。ネギ新しい。オッケー。はい、大盛り。で、中3つ。はい。今です。はい、エビ2個。はい、お待たせしました。は
はい、お待たせしました。どうぞ。おはようございます。ここに置いてね。あと最後考えて。お、いいですか。本当に待って。確認今温まってる。確認か。間違いどうだ。どこですか。なんか日本語して中国でやってる人はいはい。はい、ありがとうございました。2玉ぐらい3玉、はい、もうお腹空かせてきたんで楽しみに来たんで、前のオーナーの方の時しか来たことなくて久しぶりに来ましたけど、相変わらず美味しかったです。特にやっぱワンタンはやっぱめちゃくちゃ美味しかったですね。ごちそうさまでしたっていうことで、はい、はいいらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。中と煮卵トッピング。はい、はい、2つ。はい、ありがとう。順番出ししていく。まあいいや、俺が麺とか入れる。手が叶わない。手がつき始めた。はい。どうもありがとうございます。次そっち行きますよ。6番さん。ほんで最後が4番さん。はい、どうぞ。はい、大盛りミックス。初めて名前だけは知ってて、麺がすごいトゥルトゥルっていうか超美味しかったですね。普段ね食べない父とかがあっという間に食べ終わってた。美味しかったですよ。あっさりしてるんで、こうギトギトしてごまかしてる味じゃなくて非常にスープも濃厚だけどそんなしつこくないし、女性でも食べやすいんじゃないですかね。ありがとうございます。はい、2名様。チャーシュービールとサラワンタン、サラワンタンとつまみ。おつまみ。はい、鳥さん。
三タンメンに煮卵。はい。ラーメンください。ラーメン。はい。ラーメン900円です。よいしょ。ラーメン。はい。ちょくちょくですけど食べに来てますね。僕がなんでここに来るかって有馬さん夫妻に会いたいからです。面白いじゃないですか、あの夫婦。旦那さんが奥さんのこと大好きなんですよ。でもそれは奥さんが徹底的に拒否なんですよね。もう大好きな夫婦なんで。じゃあ置いといて、ラーメンもすごく美味しいしよく来てます。かしこまりました。じゃあ食べるわ。はい、大盛り。大盛りがご家族。はい、大盛りミックス。じゃあもうすぐ始めますからね。で、つけがいい。以上。ここにでございます。どうしようかな。もう肉さん私ごめん、皿割った。ゆっくりかわいい。まだお菓子早いからね。ご飯食べてから。ネギワンタン麺。はい、少なめ。はい、もう一つ。はい、塩ミックスと塩ワンタンでメンマだ。どうぞ。つけ中のワンタン2つ、つけ麺2玉。はい。はい、90番さんの塩のミックス。はい。さあ、ミックス。ワンタンメンマ。メンマトッピング塩ワンタン麺。醤油だけちょっと頼むわ。ミキサー炒めメンマでミキサー炒め。どうも。来年もよろしくお願いします。はいはいはい。ワンタン麺を。決まったら。ご注文。
はい、ありがとうございます。はい、ああ、いいよ。はい。はい、チュー。簡単にありがとうございます。ありがとうございます。たまたま今日古着巡りで高円寺来て、いやめちゃめちゃ美味しかったですね。しみる感じ。ワンタン美味しかったです。当たりですね。いつも来てんだけど、いつもつうか毎週大体来てんだけど、僕はいつもミックスワンタン麺、いや出汁がうまい、全体的にバランスが取れてるというか、あんまりないような味だからね、他の店でねちょっと癖になっちゃう。ご苦労さんです。コーヒーは濃いな。大盛り。はい、お待たせしました。はい。はい、汁です。はい、ミックスワンタン麺。はい。ちょっと料理出し終わったらすぐ来ます。はい、ミックスです。味噌ミックス中辛。はい、すみません。さっき焼きますね。そっち焼いてるかな。あ、ケントさん。ちょっと麺に乗っけるわ。はい、来る。ネギ多め。はい、塩漬け大盛り、ワンタン6個。フルのチャーシューのビールを。からしたか。はい。3分の野菜です。はいよ。辛味噌。はい、ワンタン。はい。はい、預かる。どうしよう。ワンタンに。はい、ワンタン。お土産のチャーシューね、あります。お土産チャーシュー。223。結構ありますけど。ありがとうございます。はい。いっぱいありがとうございます。おせんのかし。美味しい。ありがとう。味噌、波だよね。はい。はい、味噌。どうもありがとうございます。ミックスワンタン。はいはい、ミックスワンタン。揚げネギともやし。おいしそう。ミックスワンタンね、チャーシューと揚げネギもやし。
お疲れ様です。ありがとうございました。また後ほどまた夜休日、はい、休みの日は来れる日は、はい、優しさとうまみがこう共存してるご夫婦のままのラーメンです、はい。最初大盛り最後ですか。はい。はい、ワンタン麺。はい。ミックス。ミックス。はい、大盛りのミックス。はい、塩ミックス。はい、ワンタン麺。はい、お待たせしました。どうもありがとうございます。醤油。塩ミックスワンタン麺。終わりだね。これで。ちょうどぴったりした。4名様です。ラーメンスープが。もうラーメンスープがないです。ラーメンスープが。はい。ください。すいません。はい、どうもありがとうございます。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、どうぞ。餃子ですね。餃子3個ですね。あと餃子がすごくボリュームがある。他にはあんまりないですね、最近ね。はい、タンメンのお客様。はい、じゃあこちらタンメンです。すごい素朴な味なんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。もやしが今6キロかな、仕事24キロ、もやしだけで。キャベツが5箱だから50キロもない。はい、ない。だし袋。
認知症、誰の身にも起これる病気と正面から取り組む先生は合唱団のメンバーとしてね歌われてますけども、音楽が9割はで一晩寝かせて染み込んだところを握るっていう感じだね。今現在1234566つだね。これを毎日毎日握るわけよ。ついだ経緯は先輩から教えられて来々県連れてってもらったら変わった味なのよ。塩味のさっぱり系で野菜をむしゃむしゃ食えるんだよね。また餃子が絶品だったね。その店が辞めるっていうことになって、この味はどこにもない味だからこの味は消してはいけないなってんで、それからね、ところがね、もう味はボロボロで、1ヶ月後にはお客さん入ってこなかったです。じっくり考え直して持ち直して、それで今があるって感じ。
浅草会家老ってところの市長カラスっていう元プロレスラーがいて、カラスさんっていう方が作ってくれて、麺も監修してくれて、元の来々県に通ってる人たちの話も聞いて、仙台も食べて、これが一番合うだろうということで作った麺なんだけど、で餃子の皮も一緒で、うちのために作ってくれた皮なんだよね。皮にも味があって、普通の皮よりも厚いのよ。で、もちもちしてる。もち粉をちょっと入れてんだよね。だからうちの麺もそうだけども、餃子の皮も結構貴重なのよね。結構ね、売ってるのとちょっと違う。ご飯食べるんだけど、ちょっとだけ。ああ。生餃子と冷凍餃子と焼き餃子と3種類も売ってるのよ。これが3人前のパックね。これが通販用。これも3人前ずつ入ってる。
はいどうも、また来月です。すみません。はいどうも。はい、頂戴します。お冷やこちらすみません。いらっしゃいませ。こちらサービスやさんお召し上がりください。3面に餃子1枚です。電話も笑顔です。すみません、すみません。はい、頂戴します。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、すみません、頂戴します。
します。ごめんなさいね、暑いんでお気をつけください。はい、暑いところ失礼します。はい、どうも。いや初めて来ました。今結構こってり系のラーメンが多いじゃないですか、はいその中でなかなかこうシンプルなラーメンでうまいラーメンって少ないのかなって。すいません、ありがとうございます。はい、どうも。まず10番さんいっちゃう。お客さんごめんね、奥ね。はい、ありがとうございます。餃子ですね。餃子3個ですね。こちらでよろしいですね。乾麺は細麺で。細麺で、はい。黒線食べます。はい、産業で細麺後出しです。じゃあこちら餃子と、はい、サービス野菜です。はい、タンメンお願いします。はい、タンメンお願いします。細麺ですね。はい、やりました。しょうが、タンメンいきますね。熱いです。はい、やります。はい、やります。これ6番さん、5番さんが将来。はい、やります。はい、やります。熱いですよ、熱いです。冷凍所の4人前のお客様。はい、旦那さん、美味しくやってください。はい。一番さん、誕生ハーフお願いします。ただいま。一番さん、ラーメン餃子お願いします。タンメンお待たせいたしました。冷凍何人前。サーマーさんね。タンメンじゃあお先にします。今日は初めて。僕は2回目なんですけど、あっさりが癖になります。タンメン最高です。餃子も美味しかったです。皆さんぜひ。どうもありがとうございます。ついてる。
ラーメン餃子が1位。食べ大盛りのお客様。はい、じゃあこちらタンメンです。はい、どうぞ。はい、タンメンのお客様。熱いですよ。ね、うまい。タンメンの大盛りだけなんでめちゃくちゃ美味しくてあっさりしてて大盛りで頼んだんですけど結構スルスル食べられたのでめちゃくちゃ良かったです。ラーメンの麺が好きでしたね、僕は。それもちもちした感じで。餃子はめっちゃうまかったです。また食べたいです。縮れ麺結構僕好きなんですごい美味しかったですね。餃子が結構美味しかったです。肉厚でジューシーな感じであれは良かったですね。はい。タンメンですね、どうぞ。お取り分けお出しします。はい、どうもありがとう。餃子は焼き6人前何分？よし、両方。焼きを3人前を2つ、焼き3人前全部で6人前3々に分けてくれる。はい。はい。大丈夫ですよ。よく来てます素朴なシンプルなタンメンなんだけど野菜の味がよく出てて、あと餃子がそれですごくボリュームのある、他にはあんまりない感じですね。最近ね月1ぐらいで来る感じです。ここはもう基本的にもう全部制覇してますね。やっぱ多分一番分かるタンメンすごい素朴な味なんですけどめちゃくちゃ美味しいですね。はい。餃子も結構大きいですね。そうですね、結構ボリュームありますね。がっつりこう食べれるみたいな感じでいい感じです。次のお二人様どうぞ少しお待ちくださいね。ラーメン上がるよ。はい、じゃあこちらね、熱いです。お気をつけください。はい、チャーシュー麺のお客様行きますね。熱いよ。8番さん、ラーメンと餃子ハウスです。ラーメン上がるよ。5、6番さんから。5、6番さん。ありがとうございます。あ、ごめんなさい、暑いんでお気をつけください。暑いです。どうも、お先ですか。あ、いいですか。こちらで大丈夫。はい。
どうも。このお店がオープンした時から来てますけど、以前は違うところに場所あったんですけど、前の店でよく食べてました。みんなで通います。ありがとうございました。とっても美味しかったです。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、どうぞ。野菜も食べてね。どうぞ。例えばそのお店を継ぐ条件みたいなのが家族経営だったみたいな。条件としては家族でやる。家族でやらないとできないよ。その通りだ。だから仲間がね、俺友達多いのよ。随分助けてくれた。地元の人がほらいろいろ応援してくれたから。それで今も通ってくれて。いろんな人の協力があってこの店ってやってきてるんで、ありがたいよね。はい、どうもありがとう。こんにちは、お待たせしました。先食券からお願いします。こんにちは。いらっしゃいませ。お待たせお客様で満席です。はい、ありがとうございます。お待たせしました。ワンタンチャーシュー麺固めです。もう一口目からやられました。美味しくって。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ハーフランドお願いします。チャーシューがめちゃくちゃ美味しかった。チャーシュー美味しかったです。お待たせしました。特製ラーメンになりますね。はい、どうもお待ちどうさん。どうもありがとうございます。1週間後のチャーシューの仕込みですよ。ウェットエイジングっていうやり方で塩漬けしたものを1週間くらい熟成させると生ハムみたいな感じになるんですよね。
体 2% くらいの塩つけてる。塩漬けして水分が結構出るんで、表面の水を拭き取ってリードペーパーでくるんでラップで密閉して冷蔵庫入れるんですけど、1週間くらいも毎日リードペーパーとか巻き直したりしてすごい面倒くさいんですけど、でもなんか全部美味しい方がいいじゃないですか、せっかくなら。44が2個と49が1個です。大変ですね。お茶どうぞ。いいですか？寒いんで。基本ももとバラと肩ロース仕込んでいくんですけど、熟成が進むとタンパク質が分解されてアミノ酸に変わるんで、いらない水分が抜けた状態で旨味が詰まった熟成肉が結構美味しいんで、表面のトリミングとかして使えないとこ落としていったりするんで、ぶとまりは悪いんですけど美味しいんで、これが。でこれはまあバラなんですけど、前日に冷蔵庫入れといてちょっと乾燥させてちょっと塩漬けしてあるんですけどね。今日のお肉はこんなもんですね、焼きは。一番大事な作業で、取れる骨の状態でだいたいその日のスープの状態が分かるんで、今日はだいぶいい感じですね。げんこつと背ガラのみなんで、すっきり飲みやすい、女性の人にも飲んでもらいやすい豚骨ラーメンを作りたいって感じで、できるだけ豚骨の嫌な部分とかを出さないように、いらないカスとか全部取って濃度感はありつつ、あんまりシャバシャバになりすぎない、バランスがいい系ラーメンっていうか、これはバラはこれから煮豚にして丸骨がげんこつですね。
時間。全然45あります。とりあえず10分やった。 10分。じゃないって感じ。高円寺にある林丸っていうラーメン屋さんがあるんですけど、このラーメンめっちゃうまいんですよ。ワンタンも手作りで作ってて、作り方を教えてもらったんで、うちのワンタンは林丸直伝のワンタンになってます。ちょっと豚骨に合うようにニンニク入れたりしてアレンジはしてるんですけど、これ多い時で200とか包んだりするんですよ。仕込みの量がやっぱ倍くらいに増えちゃって、今もどんどん増えてます。これで1時間つけます。バッチリです。エビワンタンをこれから仕込む。今日からの限定だ。はい。これがうまくいったら今日からやるっす。これをちょっと茹でてみて、うまい感じにいってたらやろうっていう。なっちゃったら失敗です。飛び出てきちゃったら。そうもうちょい。5000円お預かりします。
川屋製麺さん中太麺でちょっと短めになってるんですよね。逆切り麺でこっちがザラザラしてるんで結構太麺なんですけど短い時間で。よし。皆さん一回椅子下ろしていいですか？うん。皆さんエビ飛んできましたよ。エビが飛んでくるわけない。うまっ。よろしくお願いします。お願いします。お待たせしました。先食券からお願いします。お好みありますか？はい、いらっしゃいませ。お願いします。3番さんです。お疲れです。せーの、固めですね。はい。熟成桃つるし焼き、バラつるし焼き、熟成肩ロースのつるし焼きとなっています。はい、です。エビ丼のワンタン麺、中盛りですね。はい、ゆっくりどうぞ。お願いしました。
たせしました。のり玉ラーメン、味濃いめの固めになってます。はい、どうぞ。お待たせしました。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございました。気をつけて。初めてです。初めて。エビトンワンタン。なんか限定のやつをめっちゃ美味しかったです。はい。全部5枚でした。ラーメン前から失礼します。ワンタン。します。熱いの気をつけてください。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。どうぞ。特製とワンチャーが入ります。ワンチャー。全部置いちゃうんで。了解。テーブルと56で分けていきます。こんにちは、どうぞ。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。のり玉。チャーシュー麺お待たせしました。こちら特製ラーメン。ミニの。ございます。どうも、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。お気をつけてお帰りください。左から特製のエビトン。特製ラーメンです。特製ラーメンお注文のお客様から失礼します。エビトン。おい。エビトン。エビトン3個。おい、これも普通。はい。エビトンです。エプロンご利用なく。私2回目美味しかったんで奥さんを連れてきましたとても好きなタイプの味でした。東京の家系ラーメンだと塩味が効いたすごくビシッとしてるのが多いんですけど、まあ、すごく食べやすくて、もう一口目からやられました。美味しくて、とても美味しかったです。すごい美味しかったです。お客様のお客様手前から2番目のお席、3番目お部屋置いてあるお席お願いします。違う。
で残りのタレをかけて好きにな。ありがとうございました。美味しかったです。ありがとうございます。さあ、前の方から順番にお席食券からお願いします。お願いします。赤松です。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。このままですか。うん。お願いします。これチンドーフまた長いです。してます。また。こんにちは、お待たせしました。どうぞ。はい、自由にハートランドお願いします。はい、どうもお待ちどうぞ。熱いにお気をつけください。お待たせしました。特製ラーメンになりますね。失礼します。どうぞ。どうもありがとうございます。すいません、これね。お待たせしました。中盛りの特製ラーメンになります。お待たせしました。びっくりだった。トップラーメン。はい、アンチャーとエビトンのワンタンにいきます。4丁いけます。中盛。はい。はい、失礼します。すみません、大変お待たせしました。ラーメン中盛りです、ね。はい、ありがとうございます。普段ニューヨークに住んでるんですけど、トライの雑誌が出て、そこでちょっと調べて、ものすごく美味しかったです。麺も美味しくって、スープと麺のそのバランスが結構よく取れてて、美味しいです。美味しかったです。リピーターです。リピーターです。4回5回ぐらい家族で来てて、だんだんと人気が出てきてね。でも家族でみんな大好きなお店です。すいません、ありがとうございます。一番奥から4番目。全部1週間前に熱出して。一応食券ご購入いただいて、その後お外でお待ちいただきます。4丁いけば。の方もう少々お待ちください。まもなくです。左がエビトンです。修行です。はい、お待たせしました。エビトンでワンタン固めです。どうぞ。お待たせしました。中盛りチャーシューいきます。3番さん固めです。そんなことは。どうもありがとうございます。チャーシュー。はい、チャーシュー。いいか、あんまりいいからな。7番でいい。お願いします。はい、失礼します。特製だ。お待ちなさってください。はい、どうも。
ございました。普通のラーメン、エビのワンタンのやつ。チャーシューがめちゃくちゃ美味しい。チャーシュー美味しかったです。チャーシュー丼みたいなやつもめちゃくちゃ美味しかった。めっちゃうまかった。チャーシューがとにかく美味しかった。切り落としのやつもな、うまかった。ぜひ食べた方がいい。美味しかったです。ありがとうございます。初めてですよ。ちょっとあっさりめだけどかなり美味しいですね。豚はしっかりと感じて。大ライスが1個入ります。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。大盛り出るよ、テーブル。大盛りお願いします。テーブルいきます。柔らか。はい、おじさんどうもありがとうございます。おいしそうどうも。体に気をつけてラーメンライク。お疲れ様でした。パッタパタの頃からずっと来てて、今日はエビ豚ですね。限定は必ず。万人に愛される豚骨。たくまさんとこのラーメンは基本みんなおすすめなんで。本日スイーツの月見なんですね。お待たせしました。ワンタン麺になります。どうぞ。ありがとうございます。どうもありがとうございます。下の前でお待ちしてます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。お好みは麺固めで、片失礼で、はい。火をお持ちするんでお待ちください。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。お待ちしてます。お待たせしました。ワンタンチャーシュー麺固めです。チャーシュー一番下のものから順番に熟成のもも、つるし焼きのバラ、煮バラのせいろ蒸し、一番手前熟成の肩ロースになってます。気をつけてお帰りください。ありがとうございました。すいません。こういうラーメンは作り始めてどれぐらいになるんですか？今12年目くらいですかね。まあもともと僕
家系ラーメンが好きすぎて通い詰めてたら、そのラーメン屋で働いてたってパターンなんですけど、3年目くらいから店長を任せてもらって、で、7年くらい経った時に、その、お店に、なんかトラック突っ込んできたんですよ。しばらく営業できなくなって、独立してやろうって決めて、立川の方にバッタバタっていうお店が1店舗目であるんですけど、その独立した日が緊急事態宣言みたいな。その中でもお客さん結構並んできてくれてて、ちょっと泣いちゃいましたね、一人で。最初一人だったんですけど、なんか、いつの間にか社員とかも増えてきて、給料もっと上げたいし、やりたいこともどんどん増えてきて、今年こっちでオープンしたんです。ずーっと同じ豚骨ラーメン、家系ラーメンばっか作ってて、豚骨っていう刀一本で勝負してます。いやまだまだ研究中ですね。もっとなんか美味しくできるんじゃないかなって。やってることは変わんないんですけどね、12年間。12年間やっててもまだまだ全然わかんないです。毎日発見ありますね。高校卒業してサラリーマンにはなれない性格なんで、右も左も分からずで飲食店に行っていて、このオーナーがいい人で、じゃあここ後継げって言われて、こんな店でも従業員が10人ぐらいいたから、このくらい忙しい店だったのね、昔は。コンビニも何もなかったからね、昔。そういう時代があってね。豚ガラと鶏ガラだね、したい。あと煮干し、鰹節とか、あとニンニク、生姜。だったからさ、卵麺だったんだけど前は、卵が少なくて持たすとで、水加減が随分変わっちゃうからさ、毎日毎日違う量になるから結構大変だよ。法律で認められた本当の形なんです。慣れてくるとね、結構いい。手続きをご依頼いただいた場合、正しい電話で作成。炒め物とかサンマ麺とか、そういう色合わせ値上げとかされたんですか？したんだよ、これで。前500円だった。みんなに言われた。500円はお前安すぎだよって。あげたらみんな来ないじゃないかっつったら、大丈夫来るって。本当かって。はい、
18で中華入ったんですけど、その後ステーキハウスみたいなところをやって、そうなんですね。でドマドマで働いて、でスペイン料理やって今に。こういうギター。あれ、わかめ出してる。柔らかい焼きそばとライスのお海苔で。生姜焼きそばに餃子頂戴しました。はい。半チャーハンでセットで飲んでます。
はい、すみません。チャーハンセットですね。すみません。はい、すみません。ありがとうございます。レバーが嫌いな人も食べる。レバーはね、レバーしない。中華よく揚げとるじゃん。はい。それは揚げない。揚げない方が、レバー嫌いな人が食べる。レバーは結構新鮮なんだよね。もうね、プリプリしてる。唐揚げなんてことないかな。タンメン、はい。八百焼きにタンメン。先にタンメンですね。よく頼まれるのかありますか？タンメン、レバニラ、結構高級ですね。あと肉野菜炒めあたりが、なるほど。はい、好きですね。はい、すみません、大チャーハンですね。はい。はい、すみません、お待たせしました。